こんにちは、ゆうかです。今私は福岡空港に来ています。今回乗るのはスターフライヤーという飛行機です。値段がとってもリーズナブルで、日によっては1万円以下で乗ることもできて、サービスも充実していて、とっても評判らしいです。機内の設備もかなり整っているそうなので、実際に乗っていろいろ快適かどうかチェックしてみたいと思います。それではチェックインしてきます。ということで今回は初めて福岡空港にやってきました。博多駅からは地下鉄で約5分で来ることができて、運賃は260円でした。この近さを知ってしまうと他の空港が利用できなくなりますね。アクセスいい空港伊豆最強。なんとなくエスカレーターを登ったけど、発見カウンターはまさかの1階でした。方向音痴に初めての場所は難易度が高いです。じゃーん。1階にある発見カウンターで発見してきました。この後14時15分に出発して16時5分に着きます。1時間2時間近くかかりますね。ちょっといつもより長い。初めてのスターフライヤー楽しみです。飛行機に乗り込む前に福岡空港の空弁を調達に来ました。こんなにたくさんの空弁が売ってるなんて空便利ですね。毎回ドキドキの保安検査場。別にやばいもの持ってるわけじゃないんですけど、なぜか毎回緊張するんですよね。無事に保安検査を通過できました。搭乗ゲートの6番に向かって歩きます。ここまで来たら乗り遅れる心配はなさそうですね。空港の中にアビスパっていうところを見つけました。中洲の屋台みたいで楽しそう。もつ鍋も食べれるそうなんですが、さっき空弁を買ってしまったので見なかったことにして頑張ってスルーします。福岡空港は誘惑が多すぎて困りましたね。皆さん乗り遅れにはくれぐれもお気をつけください。ようやく6番ゲートに到着しました。今日のスターフライヤーは ANA とのコードシェア便だそうで、初めて乗るけど安心感がすごいです。今が13時14分なんですけど、出発までちょうど1時間あるので少し待ちたいと思います。1時間しかなかったので、博多もつ汁定食を美味しくいただきました。山盛りの高菜も最高でしたね。いよいよ初めてのスターフライヤー、胸が高鳴ります。噂通り真っ黒な機体ですごい。こんな飛行機初めて見ました。それではいよいよ機内へと乗り込んでいきます。じゃじゃーん。座席はこんな感じになってます。座り心地もとっても良くて快適そうだけど、ほぼ満席でキョロちゃん発動してしまいました。窓からはこんな感じで翼がいっぱいに見えて、景色は期待大ですね。シートピッチは86センチもあって、荷物を置いても全然余裕があります。テーブルは普通な感じなんですが、スターフライヤーのすごいところは個人用モニターが全席についてるところ。これはかなりありがたい。その隣にはコートフックがあって、お土産などをかけておくのにも便利そうです。ヘッドレストはかなりふかふかで、高さや角度を自由に調節できます。左の肘掛けにはリクライニングボタンがあって、実際に倒してみるとこんな感じでとっても倒れてくれます。
空の安全と皆様をお守りするため参りました。私、スターフライヤーマン。謎のロボットが手荷物を振り回してる。安全ビデオの癖が強くて面白いです。ゆっくり飛行機が滑走路に向けて動き出しました。今気がついたけど、翼は黒じゃないんですね。ついに飛行機が福岡空港を出発しました。離陸の時のこのふわっと浮く感じ、鳥になったみたいで大好きなんですよね。美味しいものたくさん福岡、油断したらすぐに福岡。離陸ソングの離陸が雑ですみません。離陸してしばらく経ったので気になってたモニターを触ってみます。機体はエアバスの A320、快適さを優先して座席数を普通より30席減らしているそうです。紹介ページ以外にもオーディオやビデオ、電子書籍、あとはムンバイまで見えるマップもありました。機内食はついてないんですが、お飲み物サービスがあって、なんとタリーズコーヒーが無料で頼めるみたいです。これだけ充実してたら1時間じゃタリーズですね。座席の下にはコンセントもあって、機体によってはフリー Wi-Fi もついてるそうです。何から何まで助かります。そして気になるビデオをタップしてみると BS10 の番組がいろいろ入っていました。 MSC ベリッシマ、私もいつか乗ってみたいんですよね。クルーズ旅、夢です。せっかくなので足元のフットレストも使ってみます。折りたたみ式でこんな感じで隠れていて、リクライニングを倒して足を思いっきり伸ばせるのが本当に最高です。これ設計してくれた人にスパチャしたい。出発から30分経って今は三重県の上空あたりを飛んでるみたいです。あ、そうだ、肝心なことを忘れていました。お待ちかねの空弁タイム。本当はビールも飲みたかったんですけど、今日はなんとか我慢できました。それじゃあいただきます。空の上で食べる博多明太子、果たしてお味はいかがでしょうか。口に入れた瞬間プチプチ弾けて、旨味と辛さが一気に登場してきます。やっぱり福岡のご飯は美味しい。次に遊びに来るときは1日6食くらいドカ食いしたいです。ちなみに今回のチケットは片道9600円で公式サイトのスターリミテッドセールで購入しました。新幹線だと東京まで22000円くらいで、夜行バスの博多号の最安座席だと9000円で行けるんですが、移動が約15時間。LCC だと7000円くらいまで下がるんですが、到着が成田になるのを考えると、今回のスターフライヤーはかなりありな選択肢かなって思いました。ごちそうさまでした。お昼2食も食べてお腹いっぱいで動けないので、ちょっとだけお昼寝タイムにしようと思います。
お昼寝から起きたら CA さんがコーヒーを持ってきてくれました。上空1万メートルのティータイム、ちょっと優雅に楽しみます。今日のスペシャルゲストはもちろんこの方、博多通りもん。空港の JAL プラザで発見してテンション上がりすぎて気づいたら3箱も買ってました。今日と明日と明後日用のデザートにしようと思います。あ、そう、コーヒーを頼むと一緒にチョコがもらえるんですよね。せっかくなのでいただいてみます。こういうちょこっとしたサービス嬉しいですよね。スターフライヤー初めて乗ったけど、また利用したくなるポイントが盛りだくさんでした。そしてこれはちょっとした豆知識なんですが、 CA さんにアメニティくださいってお願いすると、オリジナルのキャンディーとポストカードがもらえるんですよ。旅の記念になるので、皆さんも勇気を振り絞って CA さんに声をかけてみてください。着陸前にお手洗いのチェックにやってきました。中はこんな感じになっていて、割と普通な内装でした。さすがにトイレットペーパーは黒じゃなかったですね。現場からは以上です。出発から1時間経ってだんだんと高度が下がってきました。もう間もなく羽田空港に着陸です。遠くにスカイツリーが見える。この距離からだと爪楊枝よりちっちゃいですね。ご利用いただきましてありがとうございました。皆さんのご搭乗を心よりお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。羽田空港に到着しました。いや、スターフライヤーめちゃくちゃ良かったです。やっぱシートピッチが広かったのでリクライニングもしやすかったし、広々使えてとっても快適でした。飲み物は無料って書いてあったんですけど、おかわりしていいかわからなくて、してる人もいなくて1杯しか飲めなかったんですけど、でもコーヒー頼んだらチョコレートもついてきて美味しかったです。あとはスタッフさんに言ったらアメニティももらえて、ポストカードとキャンディーももらえました。これ多分知らなかったらもらえないと思うので、皆さんぜひ乗るときは言ってみてください。LCC ほど窮屈ではないけど料金は割と安めなので、旅行費を抑えたい人とかにもちょうどいいかなって思います。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。他にも行ってほしいところとか乗ってほしい乗り物とかあったらぜひコメント欄で教えてください。最後にチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバイ。